はい、皆さんこんにちは。今日はですね、以前オンラインサロンに投稿してね、めちゃくちゃ好評だったから YouTube にも投稿してくれっていう動画になっています。みんな人生において様々な選択がありますよね。どの大学に進学するのかっていう大きな選択から、明日のおかず何にしようかなっていう小さい選択まで、これらの選択、何がね、自分にとって正解なのか、はっきりと分かったら人生すごい生きやすくなると思いません？そして今日のお話、これからの世界の行方を左右するかもしれない壮大なお話になっています。あまり上とか下とか言いたくないんですけど、もしかして今日の動画でみんな自分のねレベルがはっきりと分かるかもしれないので、ぜひ分かったらコメント欄に書いていってください。精神科医のデビッド・ R. ホーキンズ博士は20世紀後半に発展したキネシオロジーを使ったテストで人の意識状態を17段階に分類し、その特徴を分析しました。キネシオロジーテストというのは簡単に言うと、筋肉は体にいいものには強く反応し、体に悪いものには弱く反応するという性質を利用して、その人の心や身体の健康状態を診断するものです。これを応用することで様々な物事に対する筋肉の反応を調べて、その物事がねその人にネガティブな影響を与えるのか、あるいはその人にねポジティブな影響を与えるのかっていう確認することができるんですね。例えば筋肉は人工甘味料の入った食品に対しては弱く反応して、体にいい食品に対しては強く反応します。不安や恐怖を感じるようなことを思い浮かべると弱く反応して、楽しいこととかね幸せなことを考えると強く反応します。だから目の前の選択に迫られたら、自分の筋肉がどのように反応するかによってね判断することが、簡単に言うとそそると立つし、そそらないと立たないみたいな、もうちょっと下品なね例で申し訳ないんですけど、みんなこれで分かったでしょ。ホーキンズ博士は20年間にわたって2万人以上に20万回以上キネシオロジーテストを行ったそうでいやお前2好きすぎだろって話じゃないけど、もともと漠然としていた人間のその意識、精神性みたいなものをね目に見えるように数値化して統計的にまとめたんです。これ冷静に考えてすごくないですか？例えば怒り、恐怖、妬み、どれが一番ネガティブって言われてもみんなピンとこないですよね。ホーキンズ博士はそんな漠然としている意識をねマップにまとめたんです。それが17段階の意識レベル。恥、罪悪感、無道感、深い悲しみ、恐怖、欲望、怒り、プライド、そして勇気、中立、意欲、需要、理性、愛、喜び、平和、悟り、これらの感情を明確にレベル分けしていったんです。すごいでしょ？ちょっと興味湧いてきたでしょ？これら17の意識のうち、その人がどのレベルにあるかによって感情が決まり、心身の健康状態や人間関係、自分自身に起きる出来事までが決まってくるそうです。さらに一つの社会を構成する人々の意識レベルの平均値がその社会で起きる社会現象をも決定すると。なのでみんなのその一人一人の意識がこの社会を形成していくっていう壮大なね展開になっていくんですね。この17の意識はエネルギーレベルとしてね数値化してて、一番下の恥は20、一番上の悟りは700から1000となっています。ちなみにねこの数字は対数で表されているので、悟りのエネルギーレベルの1000は恥のエネルギーレベルの20の50倍というわけではなく、悟りは10の1000乗、恥は10の20乗のエネルギーがあることを意味しています。なのでねその差を計算すると 10×10×10× ってちょっとよくわからないけど、単純に言うと50倍どころじゃないととんでもない差があるということなんですね。そして17の意識レベルを大きく分けて2つに分けることができます。それがパワーとフォース。パワーはエネルギーレベルが200以上の意識状態で、これは言ってみればポジティブなエネルギー状態で、この意識を持っていると自分自身にはもちろん他人や社会に対してもいいエネルギーをもたらします。一方200未満の8つの意識状態がフォースで、このネガティブなエネルギー状態にとどまっていると自他ともに悪い結果をもたらすとされています。つまり200っていうレベルがそのパワーとねフォースを分ける大きな分岐点なんですね。スター・ウォーズではルークフォースを使えっていう有名なフレーズがあるじゃないですか。ただよく考えてみるとフォースにもそのダークサイドとかがあるし、フォースをね英語に訳すとその軍隊とも言ったりするので、必ずしもポジティブな言葉ではないということです。なのでホーキンズ博士はこの目に見えない意識状態を分かりやすく数値化して、自分がその社会のどの部分に属しているのかっていうのを表したんです。みんなの意識状態はパワーなのか、あるいはフォースなのか。僕はパワーでもねフォースでもなくちょっと例外なんですけど賢者です。ちなみにホーキンズ博士曰く、今人類がねどのレベルにいるのかというと、人類の 85% がエネルギーレベル200未満のフォースの領域、つまりネガティブな意識状態にあるそうなんですけど、かつて戦国時代とか世界大戦が起きているような時代は人類全体の意識レベルが200を切っていた時もあったようなんです。現在は人類の意識レベルを平均すると200を超えているそうで、パワーの領域にあります。とは言ってもね、エネルギーレベル400の人は 8%、500以上が 4% で、600以上のレベルに達しているのは数千万人のうちたった1人しかいないらしいです。みんなが200レベルを超えた時に本当の意味で世界平和が訪れるのかもしれない。ではみんながどの位置にね属しているのか一つ一つ紹介していくので見ていきましょうか。まず一番低い意
識状態はエネルギーレベル20の恥で最も危険なレベルとされています。なぜなら恥の意識があるからこそ生きていけなくなり、あるいはあえて長生きしようとせず受動的な人生を選んだりするからです。恥の意識に基づく人は完全主義者で謙虚な性質を持っているのでカッとなりやすく我慢することができません。恥の次がエネルギーレベル30の罪悪感。罪悪感は人をコントロールしようとするときよく利用されますが、自己批判、マゾヒズム、犠牲心など様々な感情として現れてきます。罪悪感にとらわれると罪の意識に支配されてしまって、自分だけでなく誰に対しても許さないっていう態度を引き起こします。罪悪感の次はエネルギーレベル50の無感動。無感動は希望を失った状態です。物質的なことだけでなくあらゆることに対して喪失感、欠乏感を持っていて生きるエネルギーが欠けています。世界や未来は灰色に見え、絶望感がその人を支配します。その結果、自分以外の誰かから精神的エネルギーが供給されないと最悪の場合ダメになってしまいます。無感動の次はエネルギーレベル75の深い悲しみ。人は誰でも一時期このレベルを経験しますが、この意識に支配されてしまうと絶え間なく続く後悔の中で鬱的な状態になってしまいます。場合によっては人生で様々なことを失うこともあります。深い悲しみの次は恐怖。ここでようやくエネルギーレベル100を超えます。人が恐怖に取り憑かれると世の中の出来事が全てありもしない恐怖の対象になります。例えば誰かとの関係性を失うことの怯えは嫉妬となり、生きていくために必要なものが手に入らないかもしれないという不安は他者に対する攻撃的態度や憎悪となります。恐怖に取り憑かれている人はそこから解放されたいがために権力者や有名人に異常なほど惹かれ、その人と接点を持つことがステータスになります。また自ら権威主義の奴隷になって権力、地位、年収、学歴、家柄などを重視しすぎるあまり心とつながる人間関係を軽視する傾向があります。結構こういう人は周りにいるんじゃないですかね。僕もねパニック障害だった時、一時期パニック障害だったんですけど完全にこの状態でした。もう様々なことに恐怖して、もう単純なことで言うと心拍数が上がること自体が怖いんですね。なのでオーにすらできませんでした。もう賢者失格ですね。恐怖の次はエネルギーレベル125の欲望。欲望は人間の活動を幅広く動機づけることができて、目標達成のため努力するような人を動かします。お金や名声、権力などへの欲望が恐怖のレベルから抜け出した多くの人々の優先先の動機になります。ただ同時に欲望は常に何らかの目標へと向かう意識エネルギーであり、一つのことに満足してもすぐに他に満たされない渇望が表に出てくるのでキリがありません。例えばビジネスで成功して大きな富を得た人がさらに莫大な富を手に入れようとしたり、社会的名声を得ることに取り憑かれたりする傾向もあります。一方欲望は明らかにねそれ以下の意識レベルよりかは高くて、良くすることはある意味成長につながりますよね。なので欲望はその高い意識レベルに行くための発射台のような役割なんですね。欲望の次はエネルギーレベル150の怒りで、これは創造と破壊のどちらも通じています。社会的な不公平や罪のない者への処罰、不正に対する怒りなどは社会運動を生み、猛烈な勢いで自由へと向かう原動力にもなるので、社会構造を大きく変化させる役割を果たしますが、一方で怒りは憎しみや復讐心としても現れるため爆発しやすく危険です。怒りは簡単に憎しみへと移行し、憎しみは他者も巻き込んで人生の全ての領域に破壊的な影響を及ぼします。怒りの次がエネルギーレベル170のプライド。一般的に言うとプライドって結構プラスに評価されるじゃないですか。ただね、言うてここでもまだ200以下レベルなんですね。まだフォースの領域なんでネガティブとして評価されています。なぜならプライドというのは他者にいい影響を与えるものではなく、個人的な優越感に過ぎないからです。プライドという意識は外部の状況に依存しているので受信的で傷つきやすく、プライドを失うことへの恐怖心から最も低い意識レベルの恥に逆戻りさせられることもあります。プライドの意識が強い人は自分自身の感情的な問題や性格上の欠陥を認めることができず、自分は正しいと信じているので欠点を修正することを拒絶してしまうんです。いるでしょ、みんなの周りにも自分がね全て正しいと思ってる人。ここまで8つの意識レベルがフォースなんですけど、どうでしょう。ホーキンズ博士曰くなんと人類の8割がここに属しています。ゾッとするよね。と同時になんか納得している自分もいる。みんなの周りはどうですか。でも安心してください。ようやくこのフォースから抜け出してます。このネガティブな領域からポジティブな領域に移行するには自信を持つ必要がありますよね。その自信につながるのが清潔さ。どんな状態であれ清潔感さえあれば自信持って人と接することができます。そこにつながるのが体の無駄毛ケア。将来的にみんなグレー宇宙人みたいにねツルツルになると思うんですけど、脱毛サロンに通うのはお金がかかって労力もかかる。そこでね便利になるのがサロニアのウルトラパワー光美容器。こちらの商
商品すごいのが、まるでエステ級の強力照射で超ハイパワーなのに痛みゼロを目指した設計がされているんです。最大約16ジュールのハイパワーなのにクリスタル冷却機能で約5度までに冷やされているので、実際僕もほんまかいなと思ってね使ってみたら、この部分がね超冷却されててマジで痛くないんです。これ案件とか関係なくガチです。基本的に無駄毛ケアってチクチクするのが普通なんですけど、これは全くないんですね。むしろ気持ちいいぐらいなんですね。しかも照射面がワイドなフラットヘッドになっているので、広範囲に照射できて VIO、顔、ヒゲにも使用できます。脱毛エステサロン専売品を製造している工場で作っているのも安心できるポイントです。こんな感じでメンインブラックのね記憶を消す装置をね連想させられるんですけど、ちょうど Amazon セールで今安く買うことができるので、気になる方はチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。ちょうど清潔感を手に入れてポジティブになったところでレベル200に挑みますか。200未満の意識段階では不安に対して無力ですが、勇気の意識レベルでは不安を打ち負かすパワーがあります。またこの意識レベルにある人は自分が得するのと同じくらい多くのエネルギーを社会に還元します。達成しようとする目的自体が他者や社会に対してポジティブな影響を及ぼし、自尊心にもつながるので、次第に自分の意識レベルは高くなり、生産的な生き方が始まります。勇気の次はエネルギーレベル250の中立。このレベルに達すると非常にポジティブになります。対立や依存、欠乏などの感覚が薄れるため、他者の言動や社会の出来事によって感情を乱されることがありません。250未満の意識レベルでは白か黒かね、その2つにね分けようとするので対立が生じやすくなるんですね。ただ中立の意識レベルになると物事に対して批判的にならず柔軟さもあり、結果にもこだわらなくなるので、自分の思い通りにならないことに対しても苛立ちが感じなくなります。中立の次はエネルギーレベル310の意欲。意欲は人生に対する内面的な葛藤に打ち勝って前向きに生きることを意味します。社会的にも有意義なことをやりたくてたまらないという純粋な内発的モチベーションが生まれます。逆境から立ち直り、経験から学び、自己修正できる能力があるので、社会のために大きな力を発揮し始めます。意欲の次はエネルギーレベル350の重要。このレベルになると自分自身が人生の創造者であると理解し始め、大きな意識の変容が起きます。エネルギーレベル200未満のフォースの領域にある人は、幸福の源や問題の原因が自分以外にあるという信念を持っているので、無意識に自分を人生の犠牲者だと見なしています。需要の意識レベルにあると、全ての出来事の原因は自分にあると気づいて、自分が本来持っているパワーを取り戻せるようになります。さらに進化すると、自分を幸福にする要因は自分以外には何もなく、そして愛は他者から与えられたり奪ったりするものではなく、自分の内面で創造されるものだとあるということにも気づきます。このレベルにおいては、全ての人や事象に対する区別や否認はなく、善悪や正誤といった二項対立で判断することもなくなって、平等さを尊重するようになります。需要の次はエネルギーレベル400の理性。理性は複雑で大量のデータを扱うことを可能にし、また迅速に正しい決定をすることもできます。関係の複雑さや深さのレベル、微妙な違いを識別して理解することができるようになります。具体的な解決手段よりも抽象的な概念を活用する方が重要だと分かってきます。このレベルの短所は、ついつい概念や理論に夢中になって木を見て森を見ずの状態になってしまうことです。理性は論理的な方法論に基づく分野では高い効果がありますが、人間関係の問題を解決する能力はなく、人の意識がより高いレベルへ進化するための大きな障害にもなります。理性の次はエネルギーレベル500の愛。もうこの時点で愛って思うよね。このレベルに到達すると、自分自身の内側から無条件かつ永久的な愛が溢れ出すので、どんなことがあっても揺るぎません。愛は全てのものを許し養うサポート的な心のあり方で、他の人たちの意識エネルギーをも引き上げる大きなパワーを持っています。このレベルに達すると、物事の本質を識別する能力が優れてきます。そのため理性を使わなくても問題の全体像を瞬時に認識する能力が生まれます。また愛は生きることの素晴らしさに焦点を合わせてポジティブさを増大させます。そしてネガティブなものに対しては、それを攻撃するのではなく、認めて解放することによって消滅させることができます。愛の次はエネルギーレベル540の喜びです。愛がより無条件になるにつれて、内側から喜びが湧き出てくるようになり、自分を超える偉大な存在が身近に感じられるようになってきます。そして宇宙の創造主に溶け込んで、時として自らその想像力を発揮することもあり、人々はそれを奇跡と呼びます。
ます。このレベルに達すると相手の目をじっと見つめるだけで人々を愛と喜びの意識に導くことができます。芸能人やアイドルがねこの領域にいたらもう無双状態ですよね。喜びの次はエネルギーレベル600の平和で自己実現、超越、創造主との一体化、絶対の幸福と呼ばれる状態です。これは非常に稀な経験で1000万人に1人しかいないそうなんです。なので計算すると800人ぐらいですかね、この世界にいるの。スピリチュアル的な指導者となる人もいますし、人類のため匿名で活動する人もいます。またそれぞれの分野で偉大な天才となり社会貢献をする人もいます。ちなみに優れた芸術作品や音楽、建築はエネルギーレベル600から700の間で測定されます。この600以上のレベルでは時間と空間がスローモーションのように感じられると報告されています。またじっと固定しているものは何もなく、全ては生き生きと輝いて見えます。この状態を理屈では説明できないので、脳は思考することをやめ永遠の成熟さが訪れます。つまりこの意識のレベルに達した人は知覚する全てのものに溶け込んで調和し一体化した感覚を持ちます。そして最後がエネルギーレベル700から1000。このレベルは歴史上の偉大な人々のレベルです。その存在全てが創造主につながってて、彼ら自身が人々から創造主と同一視されることもあります。このレベルでは自他が分離せず、自己の意識と全てのものが一体化し、自我を超越した大いなる自己を無限に感じます。これは人間意識の頂点であり、人類の全ての意識レベルを引き上げることができます。私という肉体的な認識はもはや存在しないので、自分という存在の運命に深く関心を持ちません。また肉体は他者との心を通じてコミュニケーションする道具に過ぎないという感覚を持ちます。善と悪、自分と他人のように物事を2つに分ける考え方が全く存在しないレベルであり、完全なるワンネスの状態です。意識が特定の部分に集中することはなく、意識は至るところあまねく存在します。お釈迦様やキリストがこの領域に達しているのかもしれないですね。人々を導くことができる存在。ただ最初にお話ししたように人類の 85% はネガティブな意識状態にあるんで、しかも残念なお知らせがあるんですけど、実はホーキンズ博士によると人間の意識レベルというのは人生をかけて頑張っても5ポイント程度しか上がらないそうなんです。この生涯をかけてもたった5ポイントって思うでしょう。でもよく考えたらそうかもしれないですね。この生涯かけて人間が大幅ね変わることってあまりないですもんね。なのでほとんどの人がどんなに頑張っても、生まれてから死ぬまでね、おそらく同じような意識レベルを行き来するということなのかもしれないです。ほんと地道な努力で少しずつ上がっていく感覚。とはいえこの意識状態ずっとその同じレベルにいるっていうわけではないんですね。例えば怒りの意識の人が生涯ずっと怒りにいるわけでもなく、通常のホームグラウンドは怒りだけど時と場合により勇気にもなるし中立にもなるかもしれない。そうやって様々な意識状態を体験しつつ、最終的に一番多くいる状態が自分の意識レベルだと。なので仮にホームグラウンドは一生変わらないにしても、このマップを日常生活の中でいつも意識しておくことで、自分は今ネガティブな意識状態にあるなと思えば、意図的にパワー領域の意識へと切り替えるようにして、できるだけ高い意識状態をキープすることが大事かもしれません。また最初に話したように、意識状態をね200以上にすることによって社会に対していい影響を与えるんですね。なのでパワーの状態にいるということは社会貢献にもつながるんです。ボランティアとか人助けとかが特別なことをしなくても生きているだけで世の中に貢献できる。実はそんな簡単なことかもしれません。一生でそこまでポイントが変わらなかったとしても、自分が200だとして数ポイント上がるだけでそれ以下の人たちにも影響を与えて、最終的にその連鎖が起きて世界全体が上がるというのも、レベル400の人がいたら200レベル以下の40万人とバランスが取れるようなんですね。自分の意識を高めるという努力をすることで世界に反映されます。なので自分は世界を変えられないと嘆くのではなく、一人一人の行動、いやそんなこともしなくていいのかもしれません。その意識そのものにね注意することで、少しでもね高みを望むことで、いつの間にか世界は変わるかもしれません。最後に先ほど紹介したサロニアのウルトラパワー光美容器、今 Amazon プライムで開催中で、7月12日23時59分までかなりお得に手に入るチャンスなので、気になる方概要欄チェックしてみてください。みんなもめんどくさくて重い腰が上がらない人はぜひ試してみてください。一緒に無駄毛ケアしてみましょう。それでは良い世界を目指して一人一人みんな意識状態を改善していきましょうか。そしてね、みんながねどの意識レベル状態にいるのかぜひねコメント欄に書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。